やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、セイオーディオの新作、セイオーディオゴーストだ。今回はヘッドホンかい。ゴーストは、当チャンネルではイヤホンの方でおなじみ、セイオーディオから発売されてる、ヘッドホン。以前には8万円くらいする高級ヘッドホン、レースもリリースされてたんだけど、価格的にご縁はなく、と思ってたところにこのゴーストがやってきた。価格は2万円を大きく下回り、1万5千円クラスとの中間くらいに位置するヘッドホンで、簡単にとは言わないけれど、いいヘッドホンを探してる時に、予算の範疇に収まる一台になってくると思う。ゴーストは、サファイア複合振動板を採用してる。サファイア振動板、イヤホンの方では高級機でちらほら見るくらいなんだけど、ヘッドホンの方では割と見かける振動板らしい。とはいえ、僕が触るのは初めてだ。そこに、ヘッドホンでおなじみの強い磁力を加えることで、強烈なパワーを実現してるぞ。ドライバの直径は 40mm と一般的なサイズだ。このゴースト、手に取って最初に印象づけられるのは、とにかく軽いこと。特に、イヤーカップが大きめなのに、これくらい軽いものというと、装着感で評価されてた、ゼンハイザーの HD500 シリーズくらい軽い。速圧は HD500 系より強いけど、鳴らすことは可能だろう。ヘッドホンの軽さは、長時間作業してる時なんかに絶大に影響するので、可能な限り、お気に入りの中で軽いものを使っていくのが賢いだろうな。ただ、軽さ音大小化、パーツの一部はプラスチッキーな質感が残ってる。この価格にしてはヘッドバンドの終端なんかちょっとやぼったいと感じたな。とはいえ、一般的なデザインの範疇に収まってるし、気にならない人には全く気にならないだろう。ヘッドバンドのアーチのほとんどには金属部品が入っていて、合成もちゃんとある。無理やり壊そうとでもしない限り、基本的には合成はちゃんとしてるだろう。付属のケーブルは、3.5mm 用だし、そして、ケースが付属する。付属ケーブルはフラットケーブルで、結構珍しい質感だな。ここもあって、なんとなくチープな印象がある。とはいえ、音質やパッケージ内容を考えると結構お得なヘッドホンなんだけどな。ベロア系のイヤーパッドは、使っていて違和感を感じにくい。とにかく、軽くて、耳を押しつぶさなくて、でもって、接触感も良いヘッドホンだ。長時間作業向きだな。と、外観についてはこんな感じ。音質については、いい感じ。ゴーストは背面が開放された、外部の音がよく聞こえるヘッドホン。蒸れなども比較的起きにくいので、ちょっと蒸し暑い時期にも使うことができる。開放型のヘッドホンだけど、結構中低音域にしっかりと重みがあるし、サブベースもしっかりと表現できる。抜きんでたところがないので、どんな音源でもしっかりと鳴らしてくれるタイプのヘッドホンだな。その上で、僕はこのタイプのヘッドホンというと、ゼンハイザーの HD598SE くらいしか前例がないんだけど、そちらより音質のバランスが好みに感じられた。HD598 は、より中低音から低音に音量が集中してて、高音域側の抜けとかが、開放型ヘッドホンとしてはあんまり感じられない。ゴーストはオープンバックらしい気持ちよさと、中低音域の厚みを両立してて、ボーカルなども低音を感じられる仕上がりだった。高音側の感触や金属音が出せるけど、暖色よりのバランス、といった感じかな。空間も自然で、日常使い向きに感じるヘッドホン、だと思ったな。音量はちょっと取りにくい。これはこの価格帯のヘッドホンだったらよくあること。最低でも、USB サウンドデバイスなど、アップデートされた環境が必要だ。ここら辺はこの価格帯のヘッドホンを使う人だったら揃えてると思う。音色を細かく見ていこうか。高音域、感触がちゃんと出せる。手持ちの他の開放型やセミオープンと比較して、金属音がちゃんと伸びたのが印象的だった。ただ、より鋭い高音もある。ゴーストのいいところは、一見凡庸なところで、それでいてハイレベルにまとまってるところ、そこそこちゃんと鋭く高音が出るんだけど、刺激的になりすぎない。それが何でも程よく鳴らせる印象を感じさせたぞ。金属音も鳴らせるし、ちょっと高めのリズムを刻む音なんかもちゃんと出せる。ここら辺がちゃんと出てるヘッドホンだと、密閉型のシブガロビンや、ハーモニックダインアセナが直近で浮かんでくるんだけど、ゴーストのそれは、比較対象よりもマイルドで、印象に残りづらい。とはいえ、よりボームなヘッドホンよりはなってる。一聴して、ちょうどいい塩梅に収まってるのがゴーストだ。で、若干感触よりの高音域に対し、中音域はしっかりボーム。ボーカル、その他の楽器など、カリカリになりすぎずによく鳴らしてくれる。ここから下は若干ボームなので、音の数がすごく増えると若干混じる感じはするんだけど、高音域がしっかり仕分けられてるので、全体の分離感に不満を感じることは少ないな。
中音域、特に人間の声なんかを聞き取るときには、かなり力強く聞こえる。密閉型のヘッドホンでは、高音域との温度差が強く感じられるんだけど、ロビンは感触もこなせるのに、ちゃんとここのつながりが自然だ。先日レビューした、ハーモニックダインアセナは、中音域から中音域が非常にシャープであっさりした音の鳴り方だったんだけど、それに比べて、ゴーストは低音を感じる鳴り方で、こちらはこちらでいい感じ。アセナはさっくり聞くのに向いてて、ゴーストはウォームな音でもテンポの良い曲でもこなせる程良さがある。個性派か伝統的なバランスかの違いだな。中低音域もしっかり分厚い。今までずっと愛用してた、開放型ヘッドホン、HD598 というか、ゼンハイザーもこういう傾向があるんだけど、ゴーストの方が高音側がちゃんと抜けてくれるので、個人的にはこっちの音色の方が好印象だ。それでいて、浅めのベースから、より深いサブベースまで、程よく鳴らしてくれる。低音も十分な量感がある。ただ、地響きのような音を鳴らすのは苦手。これは開放型のヘッドホン全般に言えることだよな。空間の感じ方は、開放型のヘッドホン全般で言えることなんだけど、すごく自然。周辺の外部の音色との調和もあって、自然になっている感じがある。初めての開放型として検討しても良い仕上がりだ。一部が強調されてる感じはほとんどなくて、聞いていて自然に聞き流せる音質なんだけど、実のところ、ボーカルの息遣いなんかも結構主張してくるヘッドホンなので、細かなディティールも拾うことができる。サブベースがドッカン来ないので、ボケーっと作業用ヘッドホンとして使うのも良いし、装着中の不快感がすごく少ないヘッドホンなので、長時間使用向き、という印象かな。ゴリッと強く感じる見どころはないものの、すごくトータルバランスとしていい感じにまとまってるヘッドホン。ただし、値段を加味するととっても有力な選択肢の一つになるな。音質と価格だけ見てもそういう評価になるんだけど、取り回し、軽さ、そういった要素も加えると、日常でグダグダ使うのにすごく良いヘッドホンになる。先日使ったアセナなんかも日常にはいい感じだったんだけど、あっちは首を鍛えた選ばれした身におすすめな感じだった。こっちは装着感の良さもあって、違和感の少ないヘッドホンを探している人にすごくおすすめだ。ケーブルのリケーブルも楽しめるので、そっちから攻めてみるのも楽しいだろう。個人的には、ゴリゴリに聞き込む時にももちろんありなんだけど、小音量でお家でズルズル半日使う、とかそういう時におすすめだな。実際、このレビューもそういう使い方で得た印象で書いてるし、コスパ的にもいい感じなので、軽くて耳が押しつぶされなくて、程よい音のヘッドホンを探してる人におすすめだぞ。こんなところだな。ヘッドホンって、イヤホンに比べて基本的に完成度が高く、個性に走らないので、なかなかレビューしにくい存在ではあるんだけど、一本でそつなくこなす機種が多いだけに、より注目したくなるジャンルでもあるよな。あんまり増えると置き場所がなくなるんだけど、こっちの沼には突っ込まないぞ、といったところで今回はここまで。